ちは、古写真研究員の井櫻です。今回はご遺体を火葬場や墓地へ運ぶ葬列、延べ送りのお話です。明治時代に始まった日本特有の儀式です。第11話、葬列、どうぞご覧ください。列を組んで遺体を火葬場や墓地へ運ぶ葬列。現在は霊柩車で遺体を運び、遺族や親族はバスなどに乗って火葬場へ向かうが、写真のように列を作って賑やかに行進する葬列は明治時代に始まった。この写真には田舎道に人々が葬列の列を連ねている。中央に立つ笠をかぶった男性たちが舞いながら先頭を歩き、その後ろには子供の僧侶たちが見える。その右側の担がれたかごの中には棺が収められているのだ。明治時代の葬儀の中で最も目を引くのが葬列だった。江戸時代、大名行列の人足を手配する元締めの業者が、明治になって大名がいなくなり職を失った。そこで大阪のとある業者が大名行列の儀式を葬列に転用し、葬祭業を始めたという。死者を殿様のように送り出す、そんな発想が遺族に喜ばれ、すぐに日本各地に広まった。こちらの写真には右端から僧侶がずらりと並び、富裕層が使う寝冠が収められた長いみこしが担がれている。当時の庶民であれば、座った格好で遺体を安置する座冠が使われる。どうやらこれは金持ちの葬列のようだ。こちらの葬列は、手前に高梁提灯を持って練り歩く奴、その後ろに花籠を持つ人足、その後ろに僧侶、次に遺族が並び、寝冠の棺が収められたみこしが見える。みこしの後ろには親族が列を作っている。列の長さは貧富の差で異なるようで、葬列を見ればその家の財力が分かったという。ちなみに江戸時代の死者の埋葬方法は火葬が一般的だった。明治になると神道が推奨され、廃仏毀釈の動きが高まる。そのため明治6年に火葬禁止令が発令されたが、土葬用の土地の確保が難しくなった。明治8年には禁止令は撤廃され、公衆衛生を理由に人口密度の高い地域での土葬は禁止された。その後、レンガ造りの燃焼室や煙突のある火葬炉が作られるようになる。明治の名優川上音次郎の葬儀では、葬列の先が火葬場へ歩き出し、2.6 キロ進んだところでやっと棺が告別式会場を出発したという。舞いながら練り歩く奴や花飾りを担ぐ者、鳥を放つ者に供物を持つ者、そして大勢の僧侶たち。棺の後ろには親族のほかに役者仲間や友人が続く。道中は役者を見ようと大勢の見物人で大変な騒ぎだったそうだ。こちらの葬列も官位や身分の高かった死者の葬列だろう。大きな花飾りが運ばれ、豪華な寝冠のみこしを
シルクハットに燕尾服姿の男性が担いでいる。政界人の葬列だろうか。一方、庶民の葬列というのはこんな感じである。庶民の葬列は短く地味だった。この葬列には花飾りもない。それでも大名行列の名残は見て取れる。高梁提灯を持って練り歩く奴に僧侶、将校香炉や位牌を持つ遺族、その後ろには辰頭を持つ人足がいる。棺は座冠で籠に収められ、その後ろにもう一組の高梁提灯を持つ奴たち、その後ろが親族となる。女性は人力車に乗って参列するのが決まりだったようだ。この人力車に乗った女性がこちらの葬列にも写っていた。左に写る人力車に乗った女性が先ほどの女性である。葬列の先頭には高梁提灯の奴たち、僧侶に遺族、そして辰頭と先ほどの写真に写っていた人物と同一のようだ。しかし棺はみこしに収められ担がれている。大きさからすると根冠ではなく庶民が使う座冠である。籠だと2人の人足で担げるが、みこしだと4人以上の人足が必要になる。その分費用もかさむことになる。こちらは少し豪華になった庶民の葬列のパターンのようだ。